じゃあ、グルメイノベーション株式会社の野間口と申します。よろしくお願いいたします。まずタクメン .com というですね、サービスについてちょっとご説明したいんですけども、ラーメンってカップラーメンとか、あとよくスーパーで売っているようなですね、例えば一風堂って書いてある名店の味そのままとかっていうのをスーパーに売っていると思うんですけれども、あれっていうのは基本的にそのお店の味に似せたラーメンを工場で作ったものをスーパーなんかで売っていて、ほとんどがなんていうんでしょう、寄宿というかお湯で薄めて食べるタイプのものが世の中にはほとんどなんですけども、タクメン .com のラーメンの一番の違いっていうのはですね、お店で出しているラーメンをそのままご自宅に届けますというコンセプトなんですね。でそれはどういうことかというと、本当にですね、冗談でも何でもなくて、お店で出しているスープをそのまま専用の袋に入れてですね、チャーシュー、お店に出しているチャーシューもその袋にそのまま入れてですね、それを凍らせて、自宅に届けるというサービスなんですね。で麺も当然ですけども、お店で、出している麺をそのまま冷凍して届けています。で袋に入ったその凍ったスープとかチャーシューとかをですね、自宅で鍋にお湯を沸騰させて沸かして、ボンカレーみたいにですね、そこに入れて温めると、溶けて中のスープがあったかくなりますと。でそうすると当たり前なんですけども、お店で出しているスープがそのまんま自宅で本当に出てくるという、ものなんですね。で我々がやっぱりこれでいまだに苦労しているんですけれども、お店の味そのままですという説明をしてもですね、皆さんやっぱどこかでその冷凍商品だとか、スーパーで売ってる味を似せた商品なんじゃないかっていうイメージをどうしても持たれてしまうんですけれども、本当に正真正銘ですね、行列のできているラーメン屋さんで店主さんとか、店員さんが実際に入れたものをそのまま届けるというサービスです。でタクメン .com というサイトですけども、現状大体100店舗ぐらいですね、北は北海道から南は九州まで、本当に名店と言われているお店だけを集めてですね、そこから実際お店で凍らした商品を静岡の浜松に冷凍倉庫があるんですけども、そこに送っていただいて、倉庫でストックをしています。で皆さんが今タクメン .com のサイトでクリックして買うとですね、最短で、明日の朝9時までに申し込めば、その翌日にはご自宅に基本的には届くようなシステムになってます。で非常に原始的というかですね、何か最新のテクノロジーを使った企業でもありませんし、IT タクメン .com とはついてるんですけどね、全然その IT 企業とかでもないんですけども、本当にアイデア一つで、始めた会社です。で、その創業のきっかけについてちょっとお話をしたいと思うんですけれども、もともとですね、実は私は、海外でホテルで働いていてですね、でその後日本に戻ってきてレストランを開業というか始めまして、その後10年ぐらいですね、3店舗レストランをずっと経営をしておりました。で今でもそれはしています。で、ひょんなことからですね、中学高校の同級生と再会をしまして、その男っていうのがですね、いわゆる IT 男でですね、サイバーエージェントの本当に創業期からいる5人ぐらいしかいない時からいる人間で、その後トラフィックゲートに行って役員をやって、楽天に買収をされて辞めようかななんていうタイミングで、ものすごい偶然久しぶりに再会をしてですね、で辞めて何するのっていう話を聞いたら、ちょっとこのタクメン .com のビジネスモデルを話していたのを聞いてですね、ピーンと面白そうだなと直感で思って、その3日後ぐらいにはもう会社の設立の準備に入って、再開してからおそらくそうですね、2週間以内にはもう登記をしたんじゃないかなっていうぐらいのスピード感で2010年に2人で会社を立ち上げました。で何の戦略もですね、何のなんて言うんでしょうね、賞賛みたいなのもなく、ただアイディアとなんか面白そうだなっていう本当にノリだけで2010年に会社を作って、
でその後ですね、やっぱり私もちょっと話が前後してしまうんですけども、飲食店をやっていて非常に苦しいことがありまして、やっぱり皆さんのやっているような商売と違ってですね、全くレバレッジみたいなのも聞きにくい商売ですし、労働集約型ビジネスというかですね、利益が出るのも限りなく決まった範囲でしか出ないですし、規模の経済もなかなか聞きにくいですし、一つ間違うとですね、すぐに小さな利益が飛んでしまうようなビジネスでして、その頃 IT の会社とかを見て羨ましいなと決算書なんか見てですね、非常に思っていたんですね。でその頃にですね、何か飲食も私も実は3店舗やっていて、4店舗目をですね、桜上水というところで小さなお店を4店舗目を出して、ものの1年ぐらいで潰れてしまったんですね。で最初はそのテレビに出たりとか結構流行ってですね、繁盛したんですけども、あれよあれよという間にお客さんが来なくなってしまって、1年で、お店を閉じたんですね。でその時に思ったのが、使ったお金は、1,000万ぐらいだったんですけれども、世の中にはですね、もうこの1,000万円を退職をして脱サラをしてですね、親族とかにお金を集めたり、いろんなところに借りたり、一生懸命集めたお金でですねお店を出して、潰してしまう人っていうのはやっぱり相当数いてですね、実際僕は会社として1,000万円を使って、お店を潰してしまったんですけども、多分人生がそれで終わってしまうような、ダメになってしまうような人っていうのがいるだろうなというのを実感してですね、それも場所一つ間違えるともう取り返しが効かないんですね。ここで絶対行けるはずだと思ったけど、開いてみたらいやもうちょっとこっちでやればよかったなとかっていうのをもう絶対に取り返しのつかない世界でですね、でなんとか真剣にものを作ったり美味しいものを食べさせたいっていう志のあるお店の方とかにですね、場所を間違えてでもなんとか商売ができるような世の中になるといいななんてちょっとおぼろげながらにその時に思っていたんですね。で実は井上という同級生に再会した時にそのアイデアをポンと聞いた時にやっぱり瞬間的に素晴らしいと思ったのはですね、まずすごくネックになる場所というものをまず選ばないと。でおそらく世の中にはラーメンをですね死ぬほど一生懸命作って、美味しいものを食べさせたいっていう志を持っていて、やはり場所がそぐわなかったり、あるいはブームにうまく乗れなかったりしてですね、なかなかうまくいかない人がたくさん世の中にはいるだろうなと思ってですね、でそういう人たちに日の光っていうとおかしいんですけども、何かハッピーになってもらえる手伝いをしたいというのが瞬間的に僕は感じてですね、でもうその瞬間にやろうというふうに決めました。できっかけはそういう形で、お話ししたようにホテルから飲食店経営という経歴ですので、僕はもうズブズブの非 IT 人間なんですね。でタクメン .com を始めた頃はIT 界隈の人たちに結構面白がられて、いろんな方たちがオフィス来たりとかですね、もう本当にその時に思ったのはもう人種そのものが僕とは違うなと思ったんですね。例えばこうやって話をしていてパソコンで調べながら、ググりながらですね何か話したりとかっていうのは2010年の時点で僕はそんなことしたことがなかったんですね。人間と話してるのになんでパソコンしてるんだろうっていうふうに衝撃を受けたぐらい非 IT 人間でですね、でそれが、だんだん僕もかぶれてきてですね、ちょっと飲食の人なんかっていうのはやっぱりそうじゃない方が多いので、僕もスーツ着てパソコン開いてカタカタやりながら話をするとですね、ラーメン屋さんの店主さんっていうのは大体僕のことをそういう目で今度見てくるわけですね。要は IT 人間みたいな扱いを受けるようになって、今でも僕はそんなにわからないんですけども、とにかくその時に衝撃的でですね、で.com っていうサービス名に必ず僕は .com をつけたいって言ってみたりとかですね、とにかくそんなレベルで何も知らずにスタートしたんですね。で、本当にアイデアだけで会社を作ったもののですね、そもそもラーメンをどうやって凍らせて誰が一体凍らせて、その路地はじゃあどうしようかとか、サイトどうやって作るのとかっていうことは一つも決まってない状態でですね、
毎晩こうなんか夢だけ語って酒飲んで、気づいたらもうなんか1ヶ月ぐらい経ってたみたいな感じだったんですね。で最初は本当にもう今思うと冗談みたいな話なんですけども、トラック借りてラーメン屋さん回ってスープをこう寸胴のままもらって、なんかガレージかなんか行ってこう作ろうねなんて言ってたぐらい、何ももうノープランだったんですね。で、そうこうしてるうちにですね、やろうとにかくやろうと言って、やっぱりちょっと手前味噌なんですけども、やっぱり僕とその井上というIT 男とですね、相性が非常にやっぱり面白くってですね、僕はもう完全なもうどぶ板営業男みたいな、どちらかというと営業なんですね。でその井上っていうのはもうびっくりするぐらいの人見知りでですね、人とはあんまりこううまく話せないんですけど、やっぱりこうマーケティングだったり IT のところはやっぱり最先端をずっと言っていたので、全くこう違う2人が再会をして、サービスを作っていったっていうところは多分一つ面白かったかなと思うんですけれども、でまずサイトをじゃあお前が作ってくれと、井上作ってくれと任したぞと言って、もちろん外注なんですけどもそっちは任してですね、僕がやったことっていうのは、ラーメン屋さんをとにかく口説きまくるっていう仕事をですね、まず最初にしました。でおそらく皆さんもそんなイメージを持たれてるんじゃないかなと思うんですけども、正直言うとですね、やっぱ怖いですね、ラーメンさんの店主さんっていうのは。昔暴走族でしたみたいな人ばっかりですし、やっぱり一緒に働いてる人でぶっ飛ばす人もいっぱいいますし、怖いですね。僕はあんまりこう争い事とかが好きじゃないんで、ものすごいやっぱ怖かったですね、最初こう営業する時はですね。で今このビジネスモデルを話してですね、いろんな方やっぱ驚かれるのは、一体どうやってそんなラーメン屋さんをこう口説いていったんだっていうことを必ず聞かれるんですけども、何かこうスペシャルな必殺技とかがあったわけじゃなくてですね、本当に一つずつもういわゆるこうリストの上から下まで順番にこう電話をしてですね、怒鳴られながらなんとか5分だけ会ってくださいと言って会いに行って説明をして、殴られたことはないですけども怒鳴られたりとかですね、やっぱり怒られたりとかしまくっていたんですけども、その頃が多分その創業の苦労話としては、その恐ろしいラーメン屋さんの店主さんに毎日次々にこう会っていってですね、で当然ですけども僕もいろいろ考えて、まずお客さんとしてこう食べたら優しくしてくれるんじゃないかとかですね、そんなことをしながら一日もう本当に7杯8杯ラーメンを食べながらですね、もうしかもこうおいしいおいしいっていう顔をしながら店主さんの気持ちをこう気持ちよくしてですね、でそれで話して少しずつこう熱い思いをこうぶつけていってですね、じゃあちょっとやってみようかというところが少しずつ増えていったっていう感じですね。で今でもやっぱり一番のこう思い出というか忘れられないのは、要はサイトもない状態で、当時僕はもう本当口だけで営業して資料すら持っていかなかったんですね。で飛び込んでいって「ふざけんじゃねえ」って言って返されて、また翌日行ってっていうのを繰り返していくうちにいろんな方もちろんラーメン屋さんの店主さんっていらっしゃるんですけど、意外にこう何て言うんでしょうね、元暴走族みたいな人が多くてですね、怖いんですけど、ものすごく怖いんですけど、一度仲良くなるとなんかやたらこう可愛がってくれるみたいなタイプの人がやっぱりすごく多いんですね。で本当信じられないような話なんですけども、もう怒鳴られたりとかてめえこの野郎って機嫌が悪かったらなんか約束ももう簡単にすっぽかしますし、そういう方もいらっしゃるんですけど、だんだんですね、こう多分僕の営業との相性が良かったんだと思うんですけど、こう熱苦しくですね、こんな世の中にしたいとかいうことをこう語り続けてですね、お前いいやつだなみたいな感じでちょっとずつこう賛同して参加してきていただいた感じなんですけど、サイトを開けたのはですね、創業が4月なんでサイトオープンは確か7月ぐらいだったんですね。でその時の、店舗数っていうのは5店舗です。でどうやってやったかっていうと、楽天のサイトでですね、ストレートスープの同じような商品を売っているところがいくつかあってですね、そこに電話をしたんですね。要はもう自分たちやってるんで僕たちにちょっと売ってくださいみたいな。で、その時に実は気づいたんですけど、ラーメン屋さんって
ブランド商売なんですね。要は、有名店のラーメンってブランドがやっぱりあって、で例えばなんですけどブランドで行列をできていたところがですね、店主さんがこう意気揚々と「よしこんなんだったらいけるな」なんつって2号店を出すとですね、急に味が落ちたなんて言い始めて、同じものを出していてもお客さんはこうその店主さんがそこに立って作ったものじゃないと美味しくないみたいな形で、要は店舗数を増やしていくとブランドが削られていくっていう、ちょっと非常にこう珍しい商売でですね、要は拡大がものすごいしにくいんですね。で1店舗1店舗のブランドっていうのはすごくこう立っててですね、強いんですけども、例えばじゃあそのブランドだけで日本全国それでこう商売ができるかっていうと全然そんなことはなくってですね、で例えばこの中にラーメン好きの方がどれだけいらっしゃるかわからないんですけども、タクメンで売っている100店舗これほとんど知ってるっていう人は多分ほとんどいないと思うんですね。一風堂一蘭みたいなのは知っていても、例えば知ってるかな、新宿に風雲児っていうつけ麺屋があるんですけど、これなんて多分いまだに1時間以上並ぶんですけど、おそらく知らない人っていうのは多分いっぱいいらっしゃると思うんですね。でその時にやって気づいたんですけど、そのブランドをこう僕たちが集めて、そのブランドをこう使ってですね、サイト上でこう集客をして、一個一個はすごい弱いんだけど集めた時に意外にこれは面白いビジネスなんじゃないかなって言ってですね、最初本当にプランはなかったんですけど、だんだんそれがこう積み重なっていってですね、今ではその要は有名店ばっかり集めていて、それぞれのブランドがこうやっぱり非常に強いものが集まっているので、サイトの集客力っていうのも実はだいぶそれでついてですね、でラーメン屋さん一人一人ではこうできないんだけど、僕たちがみんな集めてやるからこんなことができますよっていうことが徐々にこう達成されていったんですね。でなんかこんな偉そうな話をしてるんですけど、全然そんなに売り上げがすごくて利益がすごいとかでは全くなくってですね、初めてやってみたら実は僕が今まで散々苦しんできたすごい利益の薄い労働集約のビジネスみたいな、実は蓋を開けたらそんな感じでしたって言って、今でも別に全然 IT 企業でもないですし、いまだに営業の社員は電話をかけてですね、一個一個こう口説いて、というもうドブ板営業をしてるんですね。でただ6年経ってですね、もうその創業当初はもう考えもしていなかったんですけど、向こうからこうタクメンに入りたいっていうのは今でも、毎日のようにとは言わないですけど結構こう来るんですね。で、ところがやっぱりその有名店だけを集めているので断らなければいけないんですね。あなたは入れたくありませんと。で最近では結構それが難しくてですね、どうやって断ろうかと。で僕がよく使うのは「いやちょっと今いっぱいお話をいただいてて一個ずつこう話をしてるんでちょっと待ってください」みたいな、非常にこうなんか中途半端なことを言ってですね、なんか時間を稼いで忘れさせるみたいな感じの断り方を知っています。で創業当時のその失敗談っていうのはさっき言ったように失敗というか苦労したのはラーメン屋さんを集めることだったり、なんですけれども、次にですね、要は僕も飲食店をずっとやっていたんですけども、ベンチャー企業というところで、働いたことがなかったんでですね、そのもう一人のパートナーの井上っていうんですけども、サイバーエージェントで、たった5人の頃からいる、ドベンチャーのですね、巨人になっていくところを見た男でですね、トラフィックゲートっていうのも僕はよく知らなかったんですけど、立ち上げて結構な規模になってですね、いう経験をしている、要はベンチャーのですね経験者であるその井上という男に僕はすごくこう憧れを抱いたんですね。僕もなんかちょっとベンチャー企業ってのはかっこいいなみたいな、僕もちょっとなんかベンチャーやってんだよねなんつって友達にいたいなみたいな感じで、そんなノリで実は始めたのもあったんですけども、でそれで驚いたのがですね、その井上っていうのがベンチャー企業はこういうもんなんだみたいな感じで人を次々に取るんですね。で飲食店って結局固定費をいかにこう小さく持ったまま
まあ、売り上げを上げて薄い利益を上げるかっていう世界なんですけども、どうやらベンチャーの世界ではですね、優秀な人材を取れば売り上げも利益も上がっていくよみたいな常識があるらしいということをその時に僕は初めて知ってですね、あ、そうなんだって言って、まあ次々にこう人を採用していったんですね。でそのラーメンかける、まあ全然 IT じゃないんですけど、ラーメンかけるインターネットっていうところが結構面白がられてですね、でタクメンのまあ知名度が結構上がった一つの理由っていうのが、要はお金がないからマーケティングもそんなにかけられないですし、広告も全然できないと。でそこで井上っていう男は何をしたかっていうとですね、2010年でちょうどツイッターがだいぶ派手に人口が増えてる時期でですね、彼はその時にタクメンというリサーチをツイッター上で行ってですね、つぶやいた人を次々にオフィスに呼んでラーメンを食べさせるっていうマーケティングを行ったんですね。でこれも本当アホみたいなやり方なんですけども、そうしてたらですね、だんだんオフィスは当時渋谷にあったんですけども、なんかタクメンってつぶやくとタクメン食えるらしいよみたいな噂が結構広がってですね、だんだんその輪が大きくなっていってですね、もう本当皆さんが知ってるような大企業の社長さんとかも面白がってきたりとかで、創業して本当半年ぐらいはほぼ毎日いろんな社長さんが来たり、まあ、中にはよくわからないなんかおじさんみたいなの来たりしてたんですけども、とにかくラーメンをオフィスで作って食べさせて美味しいとつぶやかせるみたいなマーケティングをしたらですね、お金を1円もかけてないのにどんどん広がっていったんですね。でおそらくこれが一つ、まあ、珍しい現象というかが起きたんじゃないかなと。でその流れでですね、今度井上曰く優秀な人材をどんどん取れば売上と利益は勝手に上がっていくっていうベンチャー神話みたいなのを僕は信じていたので、そうすると今度はそのツイッターでタクメンってつぶやいて人が来るうちにですね、タクメンで働きたいっていうものすごいハイスペックな人間たちがどんどん集まってきたんですね。でもう信じられないんですけども、もうなんか東大出身で、アクセンチュアにいてどうだみたいな人たちが次々にオファーが来てですね、これをもう世の中に広めて大きくしたいんですっていう人たちが集まってきて、それを次々に採用したんですね。で僕は大丈夫なのかなと思ってたんですけども、実際ですね、蓋を開けたら全然大丈夫じゃなかったんですね、それが。でやっぱり結局ベンチャーとか関係なくですね、当時自慢じゃないですけど売り上げは本当にもう100万もいかないような売り上げでですね、人が9人ぐらいいたんですね。でいやいやまだ待てと、ベンチャーっていうのは最初こう掘ってってドカンといくんだなんて聞いてたんで、そうなのかと思ってるうちにお金がどんどんなくなってきてですね、でどんどんバリエーションつけてその増資を行っていっても毎月400万ずつぐらいこうなくなってくるんですね。であっという間にお金がなくなって、でこれ月100万ぐらいしか売れてないのに400万赤字なんだけどどうするって言って、でそのベンチャー男はですね大丈夫だからって言って、であそうなんだって思ってたけど全然大丈夫じゃなかったんですね。でそこでまあこれはいかんと、このままじゃもう会社なくなるねって言って急にですねまあギュッとこうシュリンクしてですね、当時外注をしていた冷凍倉庫を要はそのラーメン屋さんにそこに送ってもらって、そこでこうピッキングといって詰め込みをしてですね、そこからお客さんに送るという外注をしていたんですけども、これ金がないから自分たちでやろうって言ってですね、江東区にある倉庫に冷凍庫、巨大冷凍庫みたいのを購入してですね、で実は朝僕らはそこの会社に行くとですね、まずすることはスキーウェアに着替えてですね、そのマイナス20度なんですね、その冷凍庫っていうのが。で本当に多分ずっといたら死ぬだろうなっていうレベルの寒さでですね、でそのスキーウェアを着てもうメットみたいなのをかぶってですね、朝行ったらまずオーダーを取って自分たちでこう段ボールに詰めてたんですね。で詰めたものを運送会社が持ってってくれてお客さんの元に持っていくと。で、当時表向きはですねもうそこそこタクメンも流し入れてきていた頃でですね、当時は表向きはなんか配送なんとかセンター、冷凍なんとかセンターとか言ってですね、あたかもちょっとこう冷凍事業部があるような書き方をしたりとかですね、あとはそのなんかお客様なんとかセンターって言って、電話を1個置いてそれをみんな社員が代わる代わる取ったりとかですね、もう3人とか4人で
もう本当全部自分たちでやって、なんとか生き残ったんですね、そこで。でこれベンチャーじゃないのみたいなところにその頃に気づいてですね、でももう遅くて、コツコツその頃からもやってですね、でいやこれ大丈夫なのかななんて言ってたんですけど、やっぱりずっと真面目にやってると売り上げって上がってくるんだなっていう思ったのはですね、本当に少しずつこう上がってきまして、今ではですねそんなに自慢できるような数字ではないですけども、1日そうですね300食とか200食300食400食ぐらい1日毎日売れるようになってきてですね、でこれって本当に小さな数字かもしれないんですけども、やっぱりこう妄想一つでですね友達と会って始めた結果、それだけのお客さんがこう買ってくれてるっていうのは僕はやっぱりすごく嬉しくてですね、今でもやっぱりその宅麺 .com っていうのを僕一人の人でも多くにやっぱこう食べてもらいたいと思ってますし、まだまだこれからだなとは思っているんですけども。でそうですね、ちょっといろいろはしょっちゃったんですけど、最後にですね、実は宅麺 .com の価値というか我々のビジネスの一番の肝っていうのをまだお話ししてないんですね。でラーメン屋さんって日本全国に確か4万店ぐらいあってですね、そのうちの1万店4000店だ 10% が毎年潰れて 10% が新規参入してですね、1年間に4000店入れ替わってるらしいんですね。であらゆる業種で僕こんな業界はないだろうと思うのはですね、4万店あって、市場規模が7000億だったかな、カップラーメン含めて7000億かちょっとよく覚えてないですけど、それだけあって7000億確か7000億だと思うんですけど、トップシェアと言われているお店がですね、それをラーメン屋と呼んでいいのかわからないんですけども、後楽園っていう290円ぐらいでラーメン食べれる店で多分200-300億みたいな話なんですよね。7000億の市場規模でトップシェアが200億みたいな。でどういうことかっていうとですね、ラーメン業界って横串が刺さってないことに途中で気がついたんですね。どういうことかというと、個人商店の集まりなんです。個人商店の集まりの総和がラーメン業界という業界でですね、要は巨人がいないんですね、その中に。でその時にこれ別に最初から計算とかじゃなくてですね、気づいたのは、巨人がいないラーメン業界でおそらく宅麺という言葉を知らない人っていうのはさすがにそれ言い過ぎか、ただかなりの知名度があるんですね。でどういうことかっていうとですね、僕らが初めて業界で多分横串を刺したんですよ、ラーメン業界に。要は有名ラーメン店、行列のできるような有名ラーメン店と言われるところに日本全国これだけ簡単に連絡がつくのは多分日本全国で僕ら以外にはいないと思います。でこれはたまたまというか、一生懸命営業してたらいつの間にかこう大きくなっててですね、あれなんかこれすげえ価値があるんじゃないかって気づいたんですね。でなんで気づいたかっていうと、なんかだんだん海外から連絡が来るようになったんですね。でどういう連絡かっていうと、なんかドバイの金持ちから急にメールが来て、なんか日本のラーメンやりたいんですけどどうしたらいいですかみたいなメールが突然来たりするんですね。で結局それはどういうことかというと、海外とかからしたら日本のラーメンにはとっても興味がありますと。ところがそれ誰に連絡していいかわからないんですね。だってトップシェアの巨人もいないし、いわゆるその横串を刺した企業がないわけなんですね。でいろいろ調べてると宅麺っていうのがあったと。でなんか知んないけどいっぱいラーメン屋つながっているよねと言って、最初ちょろちょろと来てたんですけども、そのうち世界中から連絡が来るようになったんですね。でその時に気づいたのは、日本のラーメンってすごい人気なんだということと、もう一つは横串を刺したのは僕たちが多分初めてなんだということに気がついたんですね。であとちょっとごめんなさい、5分ほどだけ話をさせてもらいたいと思ってるんですが、ラーメンがですね、実はその宅麺のラーメンを、冷凍で持ってきました。で、お腹いっぱいの人もいるかもしれないんですけど、さすがに人数分ちょっと何人来るか分かんなかったんでですね、ジャンキーに買った人に食べてもらおうと思ってたんですけど、
何人ぐらいですかね、10人ぐらい、多分ね1つのものを2つに分けて、44つけ麺とラーメンを4食ずつ8食あるんでですね、多分どうでしょう、レディーファーストな感じで女性から食べたい方は取ってって多分むしろ余っちゃうんじゃないかなと思うような感じなんで、よろしければ今できたんで伸びないうちに食べながら5分だけあとお付き合いください。どうぞ食べる方取ってください。でこれって一口だけ食べて残していただいても全然いいんですけど、要は何を見てほしいかっていうと、そのスーパーとかで売ってるお湯で薄めるものとは全く別物だっていうことだけ、ちょっと一口でも食べて体感していただけたらなと思ってるんですけど、でさっきの続きでですね、最後に海外にものすごい可能性に気がついてですね、世界中からラーメンのオファーが来ることと、いや僕たち横串刺しちゃったねみたいな、強みを初めて持った時にですね、海外の事業っていうのを実は考えついたんですね。でそれ今実はですね、シンガポールで3店舗今ラーメン屋さんをやってます。でそれは、どんなラーメン屋さんかっていうとですね、一つのお店で有名なラーメン店のラーメンを7種類食べられますっていう小さなラーメン博物館みたいなお店をやってるんですね。でこれは日本にもないです。なんでかっていうと、一つスープ作るのってすごいやっぱ大変でですね、7種類スープを作るなんてことは到底一つの店ではできないんですね。でところが、我々セントラルキッチンを持っていて、そこで7種類のスープを作って送ってお店で温めて出しているんですけども、その7種類の日本有名ラーメン店のラーメンのレシピを店主さんから教えてもらってるんですね。でこれ命の次に大切ともいえるレシピをですね、彼らは僕たちに教えてくれるんですね。それはなぜかというと、やっぱり1店舗のラーメン屋さんいくら有名でもですね、自分たちで海外ってなかなか行けないし、お店を海外で出すっていうのは彼らにとってものすごいハードルが高いんですね。ところが僕らが代わりに海外に行ってレシピを教えてくれたら作って出しますよっていうと、拓麺さんだったらいいよって言ってレシピを教えてくれるんですね。で基本的には、これどこまで話していいかわからないですけど、イニシャルのコストはかけずに効いてるんですね。でこれって多分すごいことで、ラーメン屋さんがレシピをタダで教えてくれるっていうのは、今我々がいるポジションだからこそできることじゃないかなと。で実はそれで今シンガポールに出していて、セントラルキッチンで作ったラーメンで1店舗で7種類ものその有名ラーメン店のラーメンが食べられますっていうモデルを今少しずつ広げていてですね、シンガポールが終わったら次はじゃあベトナムに行こう、次はタイに行こう、いやアメリカに行こう、ヨーロッパに行こうと言ってて、世界中にそのモデルで、広げていこうという志で、今は、海外と国内の EC と、日本柱で、ビジネスをやってます。なので将来のビジョンとしては非常に僕たちはラーメン王になると、世界のラーメン王になるんだっていう合言葉をもとにですね、今世界でいろいろチャレンジをしているという感じです。はい、で一応お話についてはそんなところです。ありがとうございました。どうもありがとうございました。